今回の産業まとめ。相次ぐ株価急落の裏に中国政府？今度はゲーム業界を集中攻撃。浮かび上がった半導体産業への懸念。中国の経済ニュースはゲーム関連株価の急落を報じています。テンセントやネットイースは 10% 以上、チャイナモバイル、CMGE は 20% 以上一時下落しました。この原因となったのは先日発表された義務教育学生の宿題と学外訓練の負担をさらに減らすことに関する意見に関係があるとされています。さらに追い打ちとなるように経済参考法、これは新華社通信傘下の経済系メディアですが、ゲームを精神アヘンと非難する記事を公開。世代を破壊するような形で産業や競争を発展させることはできないと、業界に対して極めて厳しい意見を紹介しています。これまでオンラインゲームに対する過剰な投資は何度も問題視されてきました。先日の意見書では学習塾などに対する投資が禁止されましたが、今回の警告的な記事はゲームへの投資を大幅に萎縮させたようです。この日株価下落が生じたのはゲーム業界だけではありません。半導体関連も全面的に大幅な下落となりました。これは格付け会社ムーディーズが中国半導体産業に対して懸念を示したことが影響していると思われます。報告によると、中国が2025年までに半導体自給率を 70% にするための投資を急増させたことに対し、潜在的な過剰生産能力と投資の非効率性と指摘しています。中国は世界最大の半導体消費国だが、生産量は米国、韓国、台湾を大きく下回る点から、半導体戦略の脆弱性を指摘しています。7月には中国最大規模の思考集団が破産を申請し、業界に大きな衝撃を与えました。編集所感。今回の概要。政府に潰される巨大産業。ゲームは政府の次の標的か。半導体産業の失敗は誰のせい？ゲームも半導体も中国を牽引するハイテク産業ですが、投資が集中して肥大化の一途をたどっています。一言で投資の集中といってもその性質は大きく異なります。ゲーム関連企業は莫大な利益を上げ、他業種に手を広げています。こうした事業の拡大方法は最近ことごとく中国政府に叩き潰されている巨大 IT 企業と同じで、当然当局に目をつけられています。最近中国は何かと理由をつけて巨大企業を叩きのめしていることは報道でご存知かと思います。先日は教育業界を壊滅させる動きが報じられましたが、その規模は700億ドル、日本円で約8兆円弱の巨大産業です。偏った資本家によって教育の本質が歪められた。今後は中央が教育を管理する。教育資本家は国家の意図に反するみたいなことを言っているようです。表向きは教育にかかる費用を軽減することで少子化を食い止めるなんて言われていましたが、実際はどういう狙いなんでしょうね。中国では感染症拡大で対面の家庭教師企業が次々倒産し、オンラインサービスを提供する巨大企業が寡占し始めたとされています。生き残った企業は大規模化し、巨大 IT 企業、アリババやテンセントなどと手を組み、国内外から莫大な資金を調達したわけです。これを中国政府は国家に対する挑戦と受け取ったのでしょうね。鶴の一声で壊滅させ、投資した企業にも打撃を与えることに成功しました。今回は児童、青少年と教育問題に関連してゲーム業界を叩きのめそうと画策し、お膝元の新華社系列に記事を掲載したと考えられます。ゲームを精神アヘン、電子麻薬と呼び、子供の心身を蝕む産業だと痛烈に非難しています。こうした批判は今に始まったことではありませんけどね。何かあるたびに中国では似たような指摘が出てきて話題になっていました。韓国は16歳未満への制限は無意味だとしてシャットダウン制を廃止しようとしているのにね。今回の批判記事では3月に発表された中国国民心理健康という報告書の結果を多く引用していますね。その中でうつ病が特に若年層で増えているというデータを紹介して、これがコンピューターやゲームによるものだと指摘しています。特に例示されて名指しされたのは、クラッシュオブクランというゲーム。なんかテレビ CM で見たことあるような。それと、伝説対決。よく知らないけど、まあとにかくこういうオンラインゲームがうつの原因で、
高校生は 40% が鬱だとしていますね。どうあれ、中国のゲーム関連企業と政府の戦いは注視しておきたいところですね。政府の指先一つで企業や業界が飛ぶので、投資には注意が必要です。一方で半導体関連ですが、これも今に始まった問題ではありません。以前から中国の半導体関連への投資非効率性は指摘されています。中国で製造2025がスローガンとして提唱された時、地方政府はこぞって莫大な投資を行ったわけです。スローガンの後押しがあるから大丈夫とにかく大金をこぞってつぎ込んだわけです。まともな評価をせずにね。その結果一時的には期待の高まりとともに株価も急上昇しましたが、何せ結果が出ない。日本や韓国、台湾から人材を引き抜きまくっても思ったような成果が出せません。製造2025は米国の反発と、半導体産業が期待外れの発展に終わったこと、そして目標達成がどう考えても無理なことから取り下げられました。まあ、中国のスローガンって賞味期限が基本的に短いですからね。失敗したら静かに消えていくのはいつものこと。問題の一つは、中国が生産できるのは最先端のチップ類ではなく、競合の多いものだということです。なので生産量を増やすと供給過剰になって価格下落を起こし、最終的には淘汰されかねないということです。中国の半導体産業発展を阻害したのは米国による半導体部品や供給の制限が行われたことで、政治的な理由もあって中国は失敗したということです。これからも中国に対する輸出規制は続きますので、中国は技術の限界を容易に突破できないとされています。思考集団のように巨額の負債を抱えて破産する企業が今後も出てくるかと思いますね。へえ、ゲーム業界って儲かってるんだね。あつ森で任天堂もすごく儲かったらしいね。なんかプレイステーション5も部品不足であえいでいたけど販売が好調らしいね。あ、そんなのもあるの？私もそんなに詳しくないけどゲーム機はいろいろあるよ。あと、マイクロソフトの Xbox。あ、それは私の姉が持ってたかな？昔の話だけど。コロナが長引いて、ゲーム業界は好調みたいだね。はは、外でお金使わないからだろうね。ところで中国のゲームって日本でも人気なの？正直どれが中国のゲームかっていうのはなかなかわからないね。注意して見ている人とか詳しい人は知ってるんだろうけど。そうなんだ。じゃあ気づいたら中国ゲームみたいな？だってパッと見じゃあゲームの国籍わかんないんだよね。昔は絵とかが特徴的だったけど、今はどれも似てるしね。韓国のゲームもあるの？あるね。中身も似たり寄ったりだから本当にどれがどれとかわかんないね。メーカー名でわかるかもしれないけど、運営権を購入してたりするから。そうなんだ。でもゲームってどうやって儲かるの？ほとんど無料だよね。たくさん課金するユーザーがいるんだよ。一生懸命な人たち。そういう人たちが依存症になってるって中国政府は警告してるんだよね。そういえば韓国もいろいろ問題になってたよね。あれはどうなったの？子供への規制は撤廃される方向で進んでるよ。中国とは真逆だね。あ、そうなんだ。でも私ももし子供できてゲーム中毒になったら困るなぁ。もうそれは家庭の責任ってことだね。そういえば中国の塾とかって大変なことになるんだね。多分失業者もすごい出ると思う。ゲームもそうなるかな？中国政府のやり方によっては倒産する企業も出てくると思うよ。ゲーム関連企業は28万社あるんだって。そんなに？あ、半導体の話がないね。どうせ難しくてわかんないでしょ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。昔から霊感がやたらと強い高校時代の友達がいるんだけどね。その子からワクチン打ったの？って LINE が来たの。まだだよ。でもそのうち打つ予定だよって言ったらね、絶対ダメだよって返信が来たんだよ。その後もワクチンを打ってはいけない。ワクチンは恐ろしい。ワクチンの本当の正体とは？というメッセージがたくさん送られてきてるの。ワクチン接種反対の人ってわけね。そして彼女の予言によると今月中頃にはワクチンは失敗だという世界的なニュースが流れるって言ってるんだよ。
誰がそんなの出すの？なんで今出ないの？わかんない。でもとにかくその友達のメッセージがあまりにも必死な感じだから、ちょっと躊躇し始めたんだよ。まあ、確かに世界中が検証不十分なワクチンの良い面を全面的に押し出しているから異常な感じがするけどね。最終的には個人個人が判断して選択すればいいと思う。子供じゃないんだから。じゃあね、もし、その飛行機に乗るな。その飛行機は墜落する。私にはそれが見えるって言われたらどうする？そんなバカなって思いながらも縁起悪いから次の便にしようかなとか考えてしまうでしょ。それと似てる感じかな。うん。でもその便が墜落しなくて次の便にして墜落したら誰を恨めばいいかわからないから自分で判断する。なんで絶対ダメって言ってるかはね、実はまだ彼女からのメッセージの内容をちゃんと見てないからわかんないんだ。ああ。だって大量の URL とか本の紹介とか送ってきて、これを読むのだって書いてあるんだもん。仕事中だから、帰ったら見るねって言ってまだ見てないの。何かあると反対論とか陰謀論めいたものは必ず出てくるからね。それを商売でやったり、本気で思い込んだりいろいろあるんだけど。じゃあ何かあるごとに毎回あるんだ。一人一人がよく考えてから選択すればいいし、それぞれの考えを尊重すればいいんじゃない？考えが違う人に攻撃的になりがちなのがちょっとね。ほら、一緒に遊びに行くと霊がいるって指がカタカタ動く子だよ。すごくいい子なんだけどね。繊細な子なの。あの子ね。彼女には今も色々見えてるんだと思うよ。私のことが心配で言ってくれてるから全然迷惑ではないよ。でも私がワクチン打ったらすごく失望しそうな勢いだから、なんて返事しようかなって困ったちゃんになってるの。まあ、でもワクチン接種はどうなるかわからないから怖いよね。どちらを選ぶにしても一か八かの賭けだよね。ゆるりんまでそんなこと言う？